UV レジンメタリックカリグラフィーのイニシャルチャーム。今回はメタリックカラーのジェルを使ってカリグラフィー調のイニシャルチャームを作っていきたいと思います。ブルーとシルバーを基調にした透明感のある涼しげなデザインとなりました。皆さんこんにちは、バルチャンネルです。今回使用するのはこちらのシルバーの楕円形のカラー枠と、こちらセリアさんで購入したアレンジパーツ、そしてとっても綺麗なホログラムです。それでは、早速作っていきたいと思います。マスキングテープをカットして台紙に貼ってしっかりと留めておきます。カラー枠を台紙にセットします。そしたら今回はですね、新しいレジン液を購入いたしました。気になっていたこの人魚の涙というものなんですけれども、こちらを使っていきたいと思います。少しレビューもできたらいいなと思います。どんな感じなんでしょうかね。まず第1層目を流していきます。すごくサラサラしていて粘度も適度にあってとても扱いやすい硬さでした。いいなと思います。すぐに広がってくれました。そしてこちらのビーズなんですけれども、こういった V カットの形でとっても淡いブルーが綺麗だなと思い、今回使用することにいたします。こちらをこの辺りにたくさんたっぷりとって沈めていきます。こちら近くで見るとレジン液の中に沈めたらすごく綺麗な、なんて言うんでしょうかね、水泡みたいな印象で水の泡が出ているような、そんな印象に変わりました。海をイメージした作品でもすごくいいんじゃないかなと思い、水の中を表現するのに今度使いたいなと思いましたね。はい、そしたら散らしていって少し微調整をして位置を決めたら硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。触った感じ、すっごくベタつきもなくいい感じですね。それではこちらのホログラム、絶対綺麗だろうなと思って購入したんですけれども、間違いないと思います。キラキラ感はすごくいいですね。そしたら、またレジン液を全体に流して広げておきます。こちらのホログラムなんですけれども、いろいろな大きさカット、それからクリアのものも入っているし、クリアでないものも入っているので、なので輝きが多分すごくいろんな見え方するんじゃないかなと思います。ほんの少しだけ取って、散らしていきます。かなりブルーが強めなのでほんの少しでもしっかりとした色が出せるかなと思います。綺麗ですねちっちゃい丸と六角形のホログラムばっかりかなと思ったんですが、ランダムな形で入っていたのですっごく見え方が面白くなるかなと思います。それでは、もう少し足しておきます。ブルーのグラデーションに見えるようにしておきたいですね。はい、硬化します。こんな感じです。いかがでしょうか。もうこのホログラム私はお気に入りですね。キラ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 して。そしたら、こちらはダイソーさんのコバルトブルーというカラーのカラーレジンです。ブルーがしっかり出るのでこちらを選びました。そしてグリーンも出しておきますが、こちらは使いませんでした。バッグの部分に少しうっすらとブルーを入れておきたいなと思ったので、筆に取って1本ラインを引きます。好きな形に整えます。筆を使って削ぎ落としたら硬化します。硬化が終わったらもう少しブルーを出したいので、こちらに重ねておきました。そしたらもう1本上にラインを引いていきましょう。細い筆に持ち替えました。これかなりうっすら出たらいいなと思ったんですが、このくらいだとちょっと薄すぎたんですね。後から見返したらあまりブルーが見えなくなってしまったので、もしこのラインをはっきり出したい場合はもう何回か重ねるか、カラージェルを混ぜて濃いめのブルーを作っておくといいかもしれません。はい、削ぎ落として硬化します。こちらの縦のラインもう一度、重ね塗りをしておきます。ここでグリーンを混ぜながら、
やろうかなと思ったんですが使いませんでした。はい、硬化が終わりました。そしたらもう一度レジン液を流してコーティングをします。この後ジェルを使ってアートをしていくので表面を平らにしておきます。こちらはネイルタウンさんのダスティメタリックの4番、少しグリーンがかったシルバー調のカラーで以前購入品紹介で紹介させていただいたんですけれども、今回どんな風に見えるのか見ていきたいと思います。それではまずはイニシャルのベースを描いていきます。今回、T というアルファベットを選びました。リクエストがありましたので T にしております。とっても線が引きやすいです。で、しっかりとメタリックになっているので、このカラージェルすごくいいなと思いました。どうしてもラメで表現できないような輝きだったり、ミラーで描けない細い線なんかも描けたりするので、このメタリックのカラージェルはゴールドとシルバー買ったんですけれども、1色ずつあるとやっぱり便利かなと思いました。はい、こんな感じで T が出来上がってきましたね。ここを少しくるんとさせましょうか。今回この T すごくシンプルだったのでそこが難しかったですね。以前 R という文字を使ってセピア風のカリグラフィーのイニシャルという動画を出したんですけれども、その時 R は結構いろいろ線を入れることができるのでデザインしやすかったんですが、このシンプルな形というのが難しいですね。はい、硬化が終わりました。この辺りに、飾りをつけていきたいと思います。スーッと線が引けますね。ジェルを取って少しずつ伸ばしていきます。こういったデザインの時に先端部分を細くしたりきっちり平行にさせておくとすごく仕上がりに違いが出るかなと思います。動画でお見せできてない部分もあるんですけれども、先端部分をいつも最後にしっかりと整えております。こんな感じですね。スーッと引っ張って最後細くしていくと仕上がりに差が出るんじゃないかなと思います。ここにもドットを入れていきましょう。この辺りの小さいドットは筆の先に少しだけジェルを取ってポンと配置をすれば大丈夫です。それではこちら側、今引いた丸い線は T の終わりのところから引っ張ってきた延長線上ですね。ここの終わりの部分からつながっているようなイメージで円を描くとバランスよく仕上がるかなと思います。ここにも上と同じようなデザインを入れていきたいと思います。これで少し統一感が出るかなと思います。はじめは以前作った R の時のようなお花を描こうと思ってたんですけれども、見ていたら少し海のようなブルーだなと思ってデザインを変えることにしました。ですがメタリックのジェルを使って描き始めたらこれまた違うなと思ってこんな形のデザインになりました。レジン製作は筆を進めていくと当初の予定とはどんどん変わっていきますよね。私はそんなことがよくあります。なのでライブ配信で皆さんと一緒に作っていると全然違うものができたりしてとっても楽しいなといつも思っております。はい、だんだん出来上がってきましたね。最後ここに1本線を入れていきましょう。 R の時と同じような印象ですね。はい、先端部分も少しくるんとカーブをつけてこれで硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。デザインはこれでいいかなと思います。シルバーの感じがすごくメタリックで、これで仕上げたい場合はこれで終わってもいいかなと思います。
今回はですねT をはっきり目立たせたいのでブラックを使って少し周りを縁取っていこうかなと思います。これで隣のデザインと差別化ができるかなと思います。ここは、カリグラフィーのデザインの通りに黒で埋めていこうかなと思います。そしたら縦に1本線を引いていきます。息止まりますよね。止めないでくださいね。はい、いいでしょうか。そしたら細かいところを調整していきます。ここはもうお好みで、今回はですね本当にR の時もそうだったんですけれども、ちょっと感覚的にここに入れたら綺麗なんじゃないかな、ここに入れたら締まるんじゃないかなというところに線を入れていきました。でここの部分はメタリックが綺麗だったので2本だけにしておきたいと思います。はい、硬化します。硬化が終わりました。こちらでデザインの方は全て完了です。それでは最後のコーティングに入りたいと思います。レジン液をたっぷり流して全体に広げます。これが最後のコーティングとなりますので、平らにするなり、ぷっくりさせるなりお好みの量で全体に広げたら、やっぱり最後はですねラインストーンで仕上げたいと思います。ここに1粒、ここにこことこちらにも、ここにも置いちゃいましょうかね。足りないのでここにも。はい、硬化します。硬化が終わりました。これで表面が完成です。触っても大丈夫です。こちらのレジン液すごくサラサラした硬化の仕上がり具合でとてもいいなと思います。ベタつきはないですね。それでは裏面コーティングをしていきたいと思います。裏から見るとこのメタリックのジェルすごくメタリックです。はい、硬化が終わりました。完成です。出来上がりました。こんな感じでやっぱりメタリックの感じがいいですね。思っていたより扱いやすくて、ラインを引いてアートするメタリックのものにはこちらのジェルすごくいいかなと思いました。それでは、こちらバッグチャームにしたいと思います。丸カンで接続いたします。いいですね。そしたら、これに何か合わせるものとしてパールなんかいいんじゃないかなと思いました。海の印象ですよね。ですがここはちょっとまだ考え中です。ということで、こちらバッグチャーム完成いたしました。今回はメタリックのカラージェルを使うことでデザインにメリハリが出せたかなと思います。UV レジンメタリックカリグラフィーのイニシャルチャームでした。チャンネル登録、Twitter、Instagram、TikTok もぜひよろしくお願いいたします。